トナミンです。お久しぶりです。部屋が変わったことに気づいた方もいると思いますが、実は1ヶ月ほど前、オーストラリアから日本に帰国してきました。ただいまっていう雰囲気ではないですよね。今のコロナでね、結構センシティブな社会になっていますが、私みたいにまだ海外に残っているけど、これから帰国を考えている方の参考になれば嬉しいですし、この帰国の流れの中で面白いことや、やっぱり日本すごいな、感謝しようと感じたことがあったので、今日は気軽に聞いてもらえれば嬉しいです。帰国までの動きはどんな感じだったかというと、もともとは6月初旬のフライトで帰国するつもりでした。ただトラブルがあって3週間くらい帰国を早めることになりました。というのも、最初はオーストラリアのカンタス航空という会社で、私が住んでいたサウスオーストラリアのアデレード空港からメルボルン空港、そして羽田空港の便で予約をしていました。4月中旬に予約しましたが、コロナの影響で約3万円でかなり安かったんですね。なんですが、コロナの情勢に応じて、どんどんそのオーストラリア政府も国際線を制限していきました。結果、6月初っ端だったフライトがキャンセルされちゃいました。次に6月中旬の便に予約が変更できたので、そうしました。しかし今度はカンタス航空は7月末までは国際線は運航休止するという宣言をしました。なので、これやばいやつだな。いつ帰れるかわかんないな。と感じました。オーストラリアの便はカンタスとジェットスターとバージンオーストラリアの3社がほとんどなんですけど、残りの2社も6月末までは国際線は休止していて、その後も見通しは立たなそうでした。なのでとりあえずフライトチケットの返金を申請しようとカンタス航空にアプローチしたんですけど、電話も何度かけても繋がらないし、メールもなぜか機能しない状態でした。で、同じ金額分の再来年まで使えるフライトチケットなのに変更することはできるんですけど、どうやら返金に関しては、経営状態が厳しいため、最低でも1ヶ月以上はかかるというメールをもらいました。で、バージンオーストラリア航空もすでに経営再建中に入っていたので、本当に深刻なんだなということを理解して、早めにね、確実に帰国できる方法を決断しました。オーストラリアから帰国できる便は、アナのシドニーとパースから週3で出ているフライトしかありませんでした。シドニーまでのオーストラリアの国内線は唯一ジェットスターが運航を再開していたので、それは予約ができました。ただ正直、そのフライトがちゃんと動くかは確信が持てませんでした。ジェットスターも大々的に返金を行っているわけではないので、ただアナは返金受けたまわりますとホームページに書いてあったので、普通なら当たり前なんですけど、あの時は、さすが日本企業だなというのを感じました。で、フライトの金額は、アデレードからシドニーまでが約8000円、シドニーから羽田までが約6万円で、計7万円でした。現地の銀行も止めちゃったんで、カンタス航空に支払った3万円が返ってくるとは、正直期待してません。なんで今後帰国する人は、アナや JAL は大丈夫だと思うんですけど、現地の航空会社が万が一フライトがキャンセルされた時、返金がちゃんとあるかは確認した方がいいと思います。で、フライト当日なんですけど、アデレードからシドニーまで、ジェットスターはちゃんと動きました。確かに空港自体は普段よりは人は少なかったんですけど、機内では結構現地の人が入っていました。ただやはり3席のうちの真ん中は空席ではありました。で、思ったのが、マスクをしている人がだいたい 5% ぐらいだったんですよね。それもアジア人っぽい人ばっかりだったんで、やっぱりこれは文化の違いなんでしょうね。だって機内の職員すらしてませんでしたから。なので、しっかり私はずっとマスクを着用し続けて、日本人の義務を果たしてきました。で、シドニー空港に着いた後も、国内線には多少人はいました。で、そこから国際線ターミナルに移動したんですけど、国内線とは比べ物にならないほど、警備が厳重かつ閉鎖具合が異常でした。まず、チェックインカウンターにたどり着くまでに、パスポートとボーディングパスの提示を3回求められ、職員から怪しいやつを見るような目つきで見られていました。昔ドラクエでやったような塔を登っていくと、小ボス、中ボス、大ボスと敵がどんどん強くなっていくような感覚を覚えました。で、そして目的地のチェックインカウンターに着くと、その日の便は日本とインドのたった2つしかありませんでした。で、人が本当に少ないので、合ってるかちょっと不安でしたけど、アジア人っぽい渡航者に話しかけたら、日本に向かう韓国人のようで、便まで7時間あったんで仲良くなりました。まさかの島内で冒険の仲間を1人ゲットすることに成功しました。ただ話を聞いてると、彼はシドニーから羽田、羽田から成田、成田から韓国へ帰ると言っていました。その時、日本の渡航制限について詳しく分かっていなかったんで、
私は、そうなの、とりあえず帰ればよかったと言っていました。ただ、チェックインができる時間になって、その韓国人は結論から言うと、搭乗拒否になってしまいました。どうやら羽田から成田までの移動は日本人でないとできないみたいなんです。彼はすでに成田から韓国のフライトチケットも取っていたんで、いやー俺確認しておくべきだったなと、ちょっと申し訳ない気持ちになりました。アナはね、返金してくれると思うんですけど、その成田から韓国への便はスペインの航空会社と言っていたんで、いやちょっと怪しいだろうなと思いました。彼も携帯のシムも解約してきたみたいですし、何より問題なのは、正直英語は全然できなくて、ゆっくり話してもらって単語で返せるくらいだったんで、よくここまで一人で来れたなっていうのと、ちょっとここからがね、マジで心配でした。なんでとりあえず早く便が復活するまでの滞在先を確保した方がいいと言って、空港の近くには高級ホテルしかないんで、バックパッカーが多いシドニーのセントラルにて安いホテルを予約させました。で、電車での行き方を教えて、最後は大丈夫、心配ないと言って去っていきました。いや、このファッションはちょっと見習わないとなと率直に思いました。で、冒険の仲間はすぐに消えて、また主人公一人の単独パーティーとなりました。で、そこからボーディングゲートへと向かったんですけど、人が見当たらなくて閉鎖された店が並んでいて、すごい迷いそうになりました。正直あそこまで異様で不気味な風景は想像してはいませんでした。で、ゲートに着いたんですけど、日本人と海外の人が半々くらいで、海外の人は直通便がないんで、羽田で乗り継ぎしてヨーロッパに帰るという感じの人が多かったです。そして登場したんですけど、やっぱり日本人は乗客スタッフともにマスクの着用率は 100% だったと思います。いや、さすが日本人。マスク調達しといてね、恥かかずに詰めました。また、機内はかなり空いていました。真ん中の席はもちろん空いてるんですけど、誰もいない列や1人しかいない列がありました。私もそうだったんですけど、3分の1くらいの人が1人で1列分の3席を使うことができました。なんで、足を伸ばして寝ることができました。ただこれに関しては本当に運なんで、期待しない方がいいかなと思います。いや、とりあえずね、日本語で接客されるだけで絶大な安心感を感じました。私にとって半年ぶりだったんでね。そして羽田に5時半頃に着きました。まず空港に着いてからはだいたい20名ほどで職員の方から検疫と今後の動きについての説明を受けました。そしてすぐにコロナのテストに入りました。テスト自体は綿棒を鼻の奥に何秒間か入れるだけで終わりました。6時半にはほとんど全員が終わっていました。そして結果は別室で待つことになりました。ここでこの2週間どこで隔離するか、交通手段はどうするのかなどを申告書に書いてチェックしてもらいました。ただこの段階では仮の状態でまだ結果がわからないので予約などを確定しておく必要はありません。申告書はアナの機内で渡されたので、その際にボールペンを持っておき事前に書いておくことをお勧めします。そしてこの時の2週間の隔離場所が自宅であり、すでに公共交通機関以外の方法で移動できる人だけすぐ出発して自宅で結果を待つことができます。品川や蒲田とかまで出してもらえる無料バスを利用したい人や、自分で手配した宿泊施設にて隔離する人は待たなければなりません。別室は充電もできて無料 Wi-Fi も飛んでいて、自販機もあってトイレもあり、かなり広いラウンジだったので寝たり快適に過ごせました。そして10時頃和食のお弁当をいただきました。いろんな気持ちが詰まったこのお弁当はね、私の人生史上最高に美味しかったです。いや、本当に職員の対応といい、部屋の配慮といい、日本素晴らしいなと感謝しました。関係した方々にはありがとなみと伝えたいです。そして11時半頃なんで、検査から4時間後に結果が出ました。結果は1人ずつ告げられていきますが、いざ自分がやるとなると結構ドキドキしましたね。陰性だったんで、ほっと一息つきました。で、陽性だった人はね、いなかったと思います。陽性の場合は、すぐに政府指定のホテルに隔離が行われます。陰性だった人は、さっき出していた申告書などを踏まえて、隔離の場所や交通手段を確定します。ちなみに政府は何の保証もしてくれないんで、ここからは全て自費です。結構きついですけどね。私は自宅を避けたかったんで仕方がありません。宿泊施設は1泊5000円って考えても、2週間なら7万円になります。帰国者用のハイヤーサービスはスーパーインフレしていて、2、3万円はザラにあります。なので、今後帰国する人はしっかり目星つけておかないと、食事抜いても10万円以上の出費はあり得ます。
私はオーストラリアにいる際から検疫が陰性だった場合、2週間の隔離が可能か、いくつかのホテルに確認しておきました。結果としてビジネスホテルのリブマックスかアパホテルに泊まろうと思っていました。リブマックスはもともと安くて1泊3000円以下くらいですが、アパホテルはちょうどキャンペーンで、なんと1泊2500円で泊まれました。どちらも概要欄に貼っておきます。やはり空港に近いかつ安いホテルはすぐに埋まります。なんで私はちょっと離れた横浜みなとみらいのアパホテルを予約しました。職員から交通手段はと聞かれて、徒歩ですと答えました。羽田からみなとみらいまで歩くなんて正直ぶっ飛んでますが、私を知っている方なら、こいつならやりかねないと納得してもらえるかなと思います。で、どのくらいかかるんですかと聞かれて、6時間ぐらいなんで大丈夫ですと言ったところ、帰国者用の無料バスが川崎までは出てるんで、さすがに乗ってはいかがですかと聞かれたんで、ありがとうございます。それは本当に助かりましたと甘えました。で、宿泊施設と交通手段の申告が済んだ後は、パスポートなどでチェックアウトを行い、機内の預け入り荷物を受け取ってバスにて待機しました。で、預け入り荷物の中にアナのメッセージカードがありました。いや、日本なんていい国だなと温かい気持ちになりました。で、12時くらいにはバスが出て 5,6 名ほど乗っていましたが、12時半には私は川崎で降りられました。で、運転手さんにやる気嘘でしょと笑われて、頑張ってと言われました。で、横浜までは車道に沿って歩いていったんで、人も少なく道も分かりやすかったです。ただ距離は半端なく長かったです。で、途中さすがに疲れてきたんで、松屋でテイクアウトして牛丼を食べたんですけど、いや最高に美味しかったです。で、Google マップは3時間と言ってたんですけど、キャリーバッグがあったんで結局5時間ぐらいかかって目的地に着きました。ただね、オーストラリアに比べて道が平坦で温度が安定していることもあって、行きたくもないなと思いました。そしてアパホテルで2週間分の35,000円を払って、おまけのカレーを受け取って隔離島へと着くことができました。なので精神力がある人には徒歩での移動は一つの選択肢になると思います。手がボロボロになって足がね棒になりますが、その後のね日本以来の風呂が最高に気持ちよすぎます。で、とりあえず2500円で Wi-Fi もあってこんなでかいベッドに寝れるのは本当にありがとうなみです。で、2週間の生活についても指示を受けましたが、絶対的な制限というよりかは個人の判断に任されて自粛というような感じでした。もちろん外出は最小限させますが、食事は自らで調達しないといけないんで、完全に断つのは不可能です。LINE などで政府からアプローチがされますって言ってたんですけど、結局何も来ませんでしたね。なんで、とりあえず自分で毎朝体温を測って記録はつけておきました。結果2週間特に熱もなく 36.5 度前後でした。正直ね、政府の方針はかなり中途半端であんまり頼りにならないんで、帰国者はそれぞれが自覚する必要がありますね。なんで帰国後の生活はちょっと辛かったです。やっぱりね、思いっきり太陽光を浴びられないっていうのはストレスになりますね。また宿泊費だけでなく食費もプラスでかかってきますしね。ホテル生活だと共用スペースでの飲食もできないし、自炊も難しいんですよね。なんで自然とコンビニやスーパーなどで買ったりテイクアウトのものを食べていくわけですが、健康面的にあまり栄養価の高いものが食べられないと思います。私は当初、じゃあ2週間ファスティングすれば外出しないで済むんじゃないかと思って家族からそのファスティング用のドリンクを送ってもらって断食してたんですけど、私でさえ今回は4日でギブアップしました。ずっと室内にいるストレスと何もやることがなく暇すぎたんですよね。パソコン仕事するのも疲れちゃったんですよ。なんでさすがにストレス発散として食事はしようと決めました。で、健康食品をまた送ってもらい、お弁当屋やスーパーでちょっと買っていました。なんでね、そこら辺の外出の基準も曖昧で、個人の責任って感じがしましたね。で、やっぱり隔離中って新鮮な野菜が不足しがちなんで、私は一つだけマルチミネラルビタミンという超安全で最強なサプリメントを使っていました。原材料は全てオーガニック、実際に医療現場やアスリートが使うものなんで、これさえ飲んでおけば栄養管理はだいぶサボれると。詳細気になる方は概要欄にリンク貼っておきます。そして何もないまま2週間の隔離生活を終えて、やっと家に帰ることができました。ちなみに全国民に給付の10万円は私たち帰国者はもらえません。2週間の出費はだいぶ抑えた方なんですけど、航空券抜きで3万円くらいだったんで、結構きついですね。で、とりあえずこの帰国、入国、隔離までの経験はすごい歴史の節目を感じました。
特にね、2週間は何もできなくて、いや、ふざけんなコロナウイルスとか思ったり、ストレス半端なかったです。なんかね、コロナウイルスにやられるっていうよりかは、うつが進行していくとこんな感じになるのかなっていう感じがしましたね。やっぱりマインドとフィジカルっていうのはリンクしてるんで、こればっかりはやっぱり自分でうまくストレスのコントロールするしかないですね。本当はこういう栄養管理や外出とかの基準くらいは、政府がしっかり決めてほしいんですけれども、仕方ないですね。なんで2週間が終わったらうまい飯を食ったり、ご褒美をあげてはいいんじゃないですかね。でもやっぱり思ったのが、日本のサービスレベルは海外の何倍も上をいけますね。いや、海外に行ってる人ならわかりますが、これを当たり前にしてはいけないなと感じます。はい、では最後にこれから帰国する人がやるべきことを簡単にまとめておきます。まずは当たり前ですが、日本に帰国できる便を探してもらって、ちゃんとこのコロナの状況下でも返金ポリシーを出している航空会社を選ばないと、私のようにね、フライトがキャンセルされても、なかなかお金が戻ってこないっていう可能性がありえますんで。いや、今はね、少々高くても ANA や JAL の便をお勧めします。日本まで1本の便で帰れる人は少ないと思うんで、国内の便もちゃんと動いてるか確認する必要があります。ただ便が少ないんで、おそらく私みたいに乗り継ぎが8時間とかになる可能性は高いです。便の予約ができたら、帰国後2週間の隔離先と空港からの交通手段を探します。まだ完璧に確定しておく必要はありませんが、隔離に使えるところの目星を立てておくと、後に費用が全然変わります。帰国後の2週間は、自分で健康管理が必須になるので、体温計やサプリメントを用意しておくといいと思います。あとは、メンタルとの戦いです。以上です。こちらでは私がギリギリの生活で得たスキルや実体験をシェアしています。今後さらにパワーアップしていく予定なので、チャンネル登録お願いします。またいつも評価つけてくれる方は本当にありがとうございます。そしてコメントくれる方はとても自分の励みになっております。Twitter や友達なんかとシェアしてくれる方はめっちゃ嬉しいです。では皆さん最後まで見てくれてありがとうなみ。